皆さんこんにちは。今私はアウディ A6 アバントに乗っております。我が家はですねアウディ車何台か乗り継いでおりまして、今はこの A6 に乗っているという形なんですけれども、普段ですね私この A6 主人がいる時には運転することはほとんどなくてですね、だいたい助手席に乗ってるんですけども、たまにこういった形で車を動かす時には、乗るという程度となっております。この A6 ですね、やっぱりボディサイズすごく大きいですよね。でこういった車を私のようなですね普段この車を動かしてない、家族の者がですね乗ってどう感じるかというところをお伝えしたいと思います。アウディ車はですね非常に運転がしやすいっていうところが一つあるかなと思います。これまで小さいモデルですと A1 とか A3 から乗ってきたわけなんですけども、その時からもずっと感じてたんですが、やっぱりこういった視界の良さですとかサイドミラーの位置とかショルダーラインの切り方とか、そのあたりがですね非常にシンプルで、そのシンプルさっていうのがそのダサいとかじゃなくって非常に理にかなった視界を取るのに理にかなったものになってるんだなっていうところをねすごく感じながら乗っています。日本車で言いますとそのあたりってすごくホンダさんがね上手だなというような印象はあるんですけども、そういった点でそのアウディとホンダっていうのはすごく似ているなというところを個人的に感じておりまして、本当にこの視界の邪魔になるようなものが極力ない、運転席に座って周りを見渡した時に何かこうかぶさってしまって、ボディ自体がかぶさってしまって視界の邪魔をするっていうところをね省いてくれてるっていうところがすごくいいなというふうに感じています。そういったこともありまして、この A6 ねとても大きな車なんですけれども、実際運転していますとそれほど大きさを感じない、その大きさを感じないっていうのはその長さっていう意味じゃなくて幅ですね。この車を運転するにあたってやっぱり幅って大事だと思います。今もこんな感じでちょっとの車が止まってますので若干はみ出ますけれども、こんな感じで通り過ぎたりしますよね。その時にやっぱり幅が把握できないとすごく怖いと思います。特に普段乗り慣れてない車、大きな車ですとやっぱそこがねすごく怖くて運転するの嫌だなと思うと思うんですが、そういったところがこのアウディ車っていうのは非常に運転しやすいってところがねとてもいいなというふうに思います。具体的に言いますとボンネットの両際がねこの運転席からきちんと見えてるっていうところもありますし、あとはここのサイドミラーですね、サイドミラーのところのこの A ピラーとの間にもちゃんと隙間があって見えやすかったりですとか、あとはショルダーラインもね結構アウディのボディってすごくかっこいいんですけれども、ちゃんとまっすぐ平行に後ろまで伸びるような形に作ってくれてるので、運転してての違和感を感じない、後ろ上がりになってしまうとちゃんとまっすぐ走れてるかなとか、ちゃんとボディの把握できてるかなってバックする時とかにも思ったりすると思うんですけども、そのあたりがねきちんと分かりやすいようになってくれてるっていうのがとてもいいなという点だと思っています。で今幅の話をしたんですけども、幅に関してはそういった形なので、これだけ大きなサイズになってもやっぱ A1、A3 とか乗ってた時と同じようにアウディ車ってすごい運転しやすいなっていう印象をちゃんと A6 でも受けています。ただもう一つやっぱり長さですね。長さに関してはやっぱりこう物理的なものなのでどうしてもね慣れるというところしかないのかなというふうに思います。決してこの長さが長さの割に取り扱いしやすいってことはあんまりないので、やっぱり角を曲がる時とか例えばバックして駐車する時とかに関しては長さとかきちんと気をつけてあげて、いつもより慎重に測りながらですね運転しているところはあります。ただですねこの長さに関してもとてもね車としていいなと思うところがありまして、この長さの割に思ったよりハンドルがすごくねグイッと切れてくれるんですよ。最小回転半径的なところなんですけども、結構回ってくれるっていうところがすごくね運転しやすいなと思っています。我が家の車庫とても狭くてですね、その狭い中で切り返しながら出したりとか、もしくはそこに駐車したりとかしてるんですけれども、実はその借りてる車庫をですねカロゴラクロスとかベゼルとかも止めているところでして、同じような挙動をしながらですね駐車をしてるんですよ。ですのでどれぐらい切らなきゃいけない、このボディサイズの割にこんな切らなきゃいけないのかとか、これぐらいで入っちゃうんだっていうところがすごく比較しやすくなってまして、カローラクロスはカローラクロスの動画でも言ってるんですけども、大きなボディの割にすごくくるくる回るので非常に駐車がしやすいし出すのもしやすい。で逆にベゼルは大きさなんですけれども、最小回転半径がちょっと大きめなので回ってくれないっていう形ですね。思った以上にハンドルを切らないと出ないし入れられないっていうところがあるんですけども、そういった点で言いますとこの A6 は同じ駐車場に入れてるんですが、こんなに長いのにこんなに大きいのに思ったよりもお尻が入るんですよね、切り返し少なく。ですのでそういった点ではすごくね運転しやすくなっています。
なので本当に大きな車で私自身これ乗ってる時は緊張感があるんですけれども、幅の取りやすさ、そしてくるっと回ってくれるっていうところの2点があるおかげで、こんな私でもですね運転がすることができてますし、すごくしやすいなと感じながら運転することができている車となっています。であと一つ、この A6 に乗っていて、非常にいいなと思うのがアクセルワークのところですね。アウディ車はですね A1、A3、Q3、そして上の方のグレードのA4 とか A6 に乗ってきたわけなんですけれども、とてもそれで感じているのは、上の方のグレードになればなるほどですね、このアクセルの緻密さがすごく良くなってくるんですよね。でまたアクセルペダルを踏んだ時の、これぐらい踏めばこれぐらい進むかなっていう、そのドライバーとの一体感っていうのもより緻密になってきます。ですので A1 とか A3 を運転しているよりも、この A6 とかA4 とか運転している方が細やかに操りやすいっていうところがあるんですよね。なのでこの大きなボディなんですけれども、非常にね自分の意のままにこの加速をしてくれるってところがありますので、その調節がすごくしやすいです。やっぱりこういう輸入車ですと、やっぱりパワーもね日本車よりもあったりもしますので、やっぱこういう発進時とか、こういう日本の混んでる道とか狭い道で細やかなアクセルワークをしなきゃいけない時に苦手っていうような印象があるんですけれども、このアウディ A6、A4 の時もそうでしたけどもに関しましては、非常にそのあたりの細やかな動きをアクセルペダルできますので、その点も私が運転していて非常にアウディ A6 ね、怖くなく運転できるところだなと思っています。でまた一方ですね、このブレーキペダルの方なんですけども、やっぱりブレーキペダルに関しましては、やっぱり日本車のですねとても扱いやすいカックになりづらいブレーキにはやっぱりかなわないかなと思っています。基本的にはぐーっと踏んでいって、下の方ですね、要はそのベタッと踏み終わるところら辺で完全に車って大体止まるようになっていると思うんですけども、このアウディ A6 に関しましてはベタって踏む手前のところで完全停止するポイントがあるんですよ。なので自分が踏んでってる時にもう少しペダル下まであるなと思って、そこのまで目指して踏み始めると結構ガクッとなってしまって、その手前のところ、今もですねこれ下まで踏んでないんですよ。変なところで止めてここで止まってます。一番下まで踏むとここまで行くので、これぐらいこれぐらいですけれども、幅の残りがあるんですよ。なのでそこの部分の慣れが私まだ入ってないので、手前で止まる、完全に踏み終わるところで止まるんじゃなくて、ペダルとしては浮いているところで完全停止するっていうような感覚があるので、そのポイントをね探れるまではちょっと癖がやっぱあるなというふうに感じています。ですのでさっきから自分でも乗ってて、今同乗者誰もいないんですけど、信号に止まるたびにですね一人でカックンカックンしてたりするんですけど、そのあたりの慣れがね必要かなと思います。ただ主人の運転に乗ってる時にはもう本当にそのブレーキのねカックンっていうのはなくなりました。ないですので、基本的にはやっぱり慣れるものなんだと思います。慣れてしまえばこのポイントで止まるんだなっていうのが分かればね扱えるので、一律本当にどうやって慣れてもダメっていうようなブレーキではないことは分かっているので、その点はねいいなというふうに思います。乗り心地はとてもいいんですよね。ドイツ車のスッキリ感もある。凹凸の乗り方の時に下にこう着地した時にね変に揺れないでストンと押してくれるスッキリ感がすごくありますし、逆にその突き上げがバンと入った時にはすごくマイルドさもありますので、そのあたりの柔らかさというのがすごくあってね、とてもいいなというふうに思っています。乗り心地としては本当に上質なので、私自身乗っていてとても気持ちいいですし、長距離乗っていてもこれは本当に嫌にならない。ちょっとガタガタ道が続いたとしても強めの硬さには感じないので、とてもいいなというふうに思っていろんなドライブに乗ってっているところです。静粛性はすごく高いなというふうに思っていますので、こうやって今ね幹線道路をとてもたくさんの車が走ってるんですけれども、こういった音もねやっぱ他の車で聞くよりもだいぶ小さめになっていると思います。ですのでこう話していてねとても静かな中で話してるなと、私がいつも話す声よりもちょっと小さめに話せてるかなというふうにも思いますので、そのあたりとてもねやっぱ静粛性高くって長時間移動するのも、ね、快適で、やっぱりそのあたりはさすが A6 だなというふうに思っています。
でこの車ですね、運転していたりとか助手席に乗っている時もとても快適性高いんですけれども、後席がやっぱ特にいいんですよね。乗り心地としても特に硬くないというところもありますし、私個人的に一番後席で好きなのは音楽を聴くっていうことにです。でこれですね、B ピラーのところにもちょっとステレオのねスピーカーのところがついてまして、ちょうど乗ると全席で感じるよりもかなり臨場感があるんですよね。例えばそのスピーカーにすごく凝っていて、自分のお家の部屋をいろんなスピーカーをねたくさん置いて臨場感出すっていう方もいらっしゃると思うんですけども、それに近くって全席にこう座ってるよりも後席の方がいいポイントに、ね、合わせてあるみたいで、後席の人の方が音楽をねものすごく臨場感を持って聞くことができると思います。なかなかね普段ちょっと前席に乗ることが多いので聞く機会ないんですけども、積極的にねA6 を買われた方は後席にね乗ってほしいなと思います。なかなか運転されてる方ですと後席に乗る機会ないと思うんですけども、せっかくなら持ってる間に後席に乗ってほしいなというふうに思います。であともう一点ですね、やっぱりこれは輸入車ということもあって、仕方ないのかなと思ったりもするんですけども、ペダル配置ですね、このペダルなんですけども、特に私が一番こう乗ってて思っているのは左側の左足の足休めのところの置き場ですね。これがちょっとねかなり奥にあります。私自身165センチの女性なんですけども、女性としては背は低くないと思うんですが、それでもね足は届かないです。ちょっと手前のところにちょっと置かせてもらっているような感じになっていますので、完全にその足置きに合わせて足を置こうとするともっと寝そべって座るような形になりますし、私たちはそのシートポジションはちょっと寝そべりすぎて運転しづらいっていうところになってしまうので、なかなかねちょっとやっぱこの辺り輸入車で、体型が大きな方に合わせているのかなというふうに思います。これ結構別に A6 だけじゃなくてアウディ車他もそうでしたので、この辺りはねしょうがない、日本人の体型としてはしょうがないのかなというふうには思います。ステアリングの反応なんですけども、これもねとても滑らかでいいんですよね。やっぱりこれも上のグレードになればなるほどやっぱり緻密さを増すところかなというふうに思ってまして、とても滑らかに気持ちよく切れてくれます。ですのでちょっと切ってる感覚と曲がっていく感覚が違うなとか、日本の小さなね細かい道でちょっと扱いづらいなってことはなくって、非常に緻密に曲がってくれるこのステアリングのこの感じですね。この感じはとてもいいなというふうに思いますので、そのあたりの違和感は全くないです。ですので角を曲がる時ですとか、あとはその車線変更する時もねもうちょっと切らなきゃ曲がらないんだなとか、なんか思ったよりも曲がっちゃうなってことはないので、この長いボディを扱うにはやっぱこれぐらい緻密にセッティングしてくれた方がすごく安心感があって、私自身もね乗っててとてもありがたいなというところです。そういったところも相まってなんか大きな車なんですけれども、なんか乗ってる時に扱ってる時にはちょっと一瞬忘れる、大きさを忘れるっていうことがすごく多い車だなというふうに思います。こういった形でですね、非常にこのアウディ A6、大きな車ではありますし、乗ってる時にね緊張感を持って運転はしてるんですけども、今言いました通り緊張してることをね忘れるような仕掛けというかちゃんとした配慮がされているなと思います。それは運転のしやすい視界の取りやすさであったりとか、長い割になんかハンドルがくるくる回ってくれるので駐車がしやすいとか、あとアクセルペダルも非常に緻密に速度管理ができるとかですね、あとはハンドルに関してもとても気持ちよく曲がってくれるのでもっと切り出さなきゃいけなかったのかなとか、そういうなんかこう女性でもう頑張って回すみたいなこともないですので、そのあたりのすごく運転しやすさがあって、乗ってる時にはなんか私こんな大きな車を後ろに従えてですね運転してる意識は全くないんですよね。本当にもっと小さいコンパクトカーを運転しているかのごとく自分のここの感覚としてはあるので、そのあたりがすごく車作りのうまさの一つなんだろうなというふうに思っています。ですのでご家族でですねご主人様が例えばこういった A6 のような車をですね買われて、ちょっとたまに運転しなきゃいけないんですごい嫌だなと思っているですね奥様とか家族の方がいらっしゃいましたら、ちょっとね慣れた道で少し運転してみてほしいなと思います。なんか思ったよりも行けるっていうね、その感覚がものすごく強い車だと思いますので、恐れずにちょっと運転してみてほしいなというふうに思います。輸入車の中では本当に運転しやすい車だと思います。ということで今回はですねこちらのアウディ A6 アバントですね、我が家で今乗ってるアウディ車なんですけども、私は普段ねほとんど運転することはありません。ただその車を動かす時に運転することがある程度なんですけども、そういった慣れてない中でもこの A6 本当に運転しやすいなと感
感じるポイントをいくつか挙げてみました。今回の動画参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。今後もこのチャンネルではアウディ車の情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。